こんにちは、アカデミアの富雄です。富雄アカデミアニューベーシックは第4回になります。はじめにこのチャンネルは世界各国の言語に対応しています。多くの言語は自動翻訳ができますが、まだまだ完璧とは言えません。ですが、大体のニュアンスはわかると思います。比較的正確に英語、中国語、韓国語、タイ語、ヒンディー語にはチェックして対応しています。合わせてご覧ください。今回はリバースグラデーション、前からカットするグラデーションを紹介いたします。このカット方法を身につけるとデザインの幅が広がります。ぜひ頑張って身につけてください。前回はグラデーションの基本を詳しく解説しました。まだ見てない人はぜひ見てください。グラデーションの基本で説明した通り、毛束の引いた角度に対して直角にカットするのが基本でした。本来グラデーションはレイヤーの仲間です。髪の毛の段差の違いを表現したものです。ですからヘアデザインを作る上で一番多いのはレイヤーやグラデーションの段差を利用して作るデザインが大多数を占めています。レイヤースタイルとは言っても部分的にはグラデーションの段差が使われヘアスタイルは作られています。今回はカット技術がミックスされたデザインになります。パネルの引く角度に対してカットラインが直角ではなしにカットしたり、レイヤーが入ったり実践向きの練習になります。そういう意味では中級者向けになるかもしれません。しかしデザインを作る上ではどこから始めても同じです。では初めに仕上がりをイメージしてください。フロントサイドの長さやバック、そしてポイントの位置などイメージできたら始めましょう。では早速動画をご覧ください。今回は前からカットする前下がりのグラデーションをカットします。ヘアスタイルのほとんどはレイヤーで作られています。レイヤーをカットする上で説明上、このようなレイヤーの段差をグラデーションと呼びます。デザインのほとんどはミックスして作ることになります。わからない時には何回か見直して試してみてください。必ずできます。グラデーションボブから学んでほしいこと。グラデーションボブのフォルムを作る上で欠かせないテクニックがオーバーダイレクションです。ここではパネルの引きとリフトアップの仕方や毛束に対してのカットラインを注意してみてください。まずブロッキングですがセンターで分けます。バックセンターまで分け取ります。次にトップの頭の中間部よりも少し前、急激に頭の形がおでこになっていくあたりです。そこからヘムラインに沿って耳の付け根の中心で分け取ります。このようにシェイプしたら前下がりに顎が隠れる長さにカットします。上の図解のグレーの部分です。ここの長さによってアウトラインとウェイトポイントが決まってしまいますので慎重に長さを設定しましょう。次のパネルもこのようにカットします。次は耳の付け根の後ろあたりに分け取り、先ほどカットした髪をガイドに少しリフトアップして毛束の引く角度は前方向ではなく耳上ぐらいに引きカットします。図でいう紫の部分です。次もリフトアップして毛束の引く角度はバックセンター方向でカットしていきます。パネルに対して直角ではなくガイドを見ながら内側の髪をカットしていく感じです。次にバックヘムラインに沿って分け取り、このセクションもリフトアップをして回り込んでカットしていきます。よく図解を見ていただくとこの辺りも表現しています。耳から下側はパネルの持つ指を内側に回し込んでカットしますので、襟足の髪が短くなっているのがわかると思います。次も同じようにカットしますが、バック中心部に向かって頭が丸いので回り込み、リフトアップを多めにしながらカットしていきます。
バックはサイドをガイドにバック中心部のパネルを引き上げ多めにリフトアップしてカットします。最後の球体の部分はリフトアップを多めにして毛先をチョップカットして毛先がどこに落ちても馴染みやすくなるようにカットします。できましたら反対側も同じようにカットしていきます。最初にカットしたガイドを取り出し、前で長さを同じ長さにカットしガイドを作ります。必ずしも同じようにリフトアップして同じ角度でカットしても左右対称にならない場合があります。時々左右のバランスを見て調節しながらカットしていきます。ガイドを一緒に挟み、耳の上あたりにパネルを引きカットしていきます。トップから襟足に向かってスライスを取っていきます。リフトアップと後方へのオーバーダイレクションをかけていきカットします。決して前方方向にパネルを引きすぎないように注意します。バックはセンターに近いほどリフトアップしてカットを進めます。
最終セクションは毛先にチョップカットしていきます。アウトラインをチェックカットします。襟足のきれいなカーブを作りチェックします。ウェットカットの終了になります。乾かして仕上げます。ブロードライができましたので、最終チェックカットをしていきます。アウトラインはハサミの刃先を使ってきれいにしていきます。はい、出来上がってきました。出来上がりです。ではドライカットしていきます。今回はスライドカットを多めに使い、毛束感が出るようにドライカットしていきます。フロントサイドからそぎばさみでそぎを行います。毛束に対してレイヤーの角度になるようにハサミを入れて削ぎます。次にスライドカットで空間をつけていきます。ある程度紙の分量を整えたらスライドカットで空間をつけていきます。
上の方はパネルを引き上げ、レイヤーにそぎを行います。そしてスライドカットしていきます。怖がらずに行ってください。反対側も同じように紙の厚さを見ながら削ぎ、スライドカットしていきます。パネルの引く角度とハサミの入れる角度、考えて入れていきます。どの角度でハサミを入れてパネルをどのぐらい引き上げるとどのような段差になるか常に考えて入れていきます。
襟足部分も地肌の透け感をどのようにするとイメージに合うかなど常に考えてデザインしていきます。トップの鉢回りもレイヤーにはなりますが、毛先にチョップカットしていきます。ドライカットが終わりましたので、軽くオイルをつけて仕上げます。今回もドライカット仕上げは基本のカット仕上がりと同じようにシンプルに仕上げます。その違いを見てください。スライドカットを多めに行いましたが、アウトラインは崩しておりません。はい、仕上がりです。ベーシックカットの仕上がりです。そしてドライカットでの仕上がりになります。では見比べてみましょう。違いがはっきりと分かります。はい、今回はリバースグラデーション、前からカットする前下がりボブをカットしました。このカット方法の利点は、長さを気にするお客様も先に長さを決めてからカットするので安心します。デザイン的にはポイントを低めにカットするデザインに向いていますので、慣れると応用範囲が広くデザインのバリエーションが増えるでしょう。ここで学ぶポイントは、前からカットしていますが少し後方にパネルを引きカットすることです。後ろからカットする前下がりのボブの動画もリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。では今回の動画が参考になったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。